こんにちは。この動画ではヴィーガニズムに対する最も一般的な反論について話そうと思います。具体的にはこちらです。動物を食べることは個人の自由である。植物も生きている。痛みを感じる。動物を食べるとき感謝していただいている。動物を食べるのは違法ではない。動物を食べないと健康に生きていけない。ライオンも動物を食べる。弱肉強食である。先祖も動物を食べていた。私たちの伝統である。動物を食べないと動物の数が増えすぎる。動物を食べないと家畜動物は絶滅する。野菜の生産過程でも動物が殺される。動物を優しく殺せば問題ない。美味しい。ヴィーガンじゃなくてベジタリアンで十分。ヴィーガニズムを押し付けるのは良くない。もちろん他にもたくさんありますが、これらが最もよく聞く反論であると思います。実際自分も何度も同じことを言っていました。しかし合理的なのでしょうか。合理的であるかを判断するために、まずはこれらの反論が何に反対しているかを明確にするためにヴィーガニズムの定義から説明します。そして哲学者が使うある主張の合理性を評価するための手段を見ていきたいと思います。そしてこの手段を使い、先ほど紹介した反論が合理的であるかを見ていきたいと思います。ではまず、ヴィーガニズムって何？ヴィーガニズムとは動物を搾取することや動物への残酷行為に反対する哲学と生き方です。実践不可能ではない限り動物から由来するものを買わないということです。わかりやすく言うと、あるレストランが猫から由来する猫焼きステーキを売っていたら、多くの人はそれに反対し買えません。ヴィーガニズムはその考え方と行動を全ての動物に与えているだけです。つまり、たとえどの種であろうが人間以外の動物も道徳的に重要であるという考え方に基づいています。ヴィーガニズムは食べ物のためだけでなく、衣類、コスメ、娯楽のために利用される動物たちへの搾取にも反対します。しかし、動物搾取の大半は食べ物のためであるので、この動画では動物を食用に利用することに焦点を置きます。そして分かりやすいように、これからはこのことを動物を食べると表現します。さて、ある主張の合理性を評価するための手段を見てみましょう。哲学において議論は前提という構成要素で組み立てられ、それらがまとまることによって結論へと導かれます。イメージとして前提は材料のようなもので、結論は最後に出来上がる料理のようなものです。例えば、山田さんは人間であるからいつか死ぬという議論を見てみましょう。この議論は次のように前提と結論に分けられます。前提1、すべての人間はいつか死ぬ。前提2、山田さんは人間である。結論、したがって山田さんはいつか死ぬ。実際、ほとんどの議論はこのように分解できます。例えば、恋人の誕生日を忘れて、恋人は誕生日を忘れるなんて信じられない、もう僕のことなんてどうでもいいんだと言ったとしましょう。これを分析してみるとこうなります。前提1、あなたは僕の誕生日を忘れた。前提2、愛する人の誕生日は絶対忘れない。結論、したがってあなたは僕のことをどうでもいいと思っている。で、ある議論を評価するにはまず前提が妥当であるかを評価し、結論が合理的に導かれているかどうかを確認することができます。そして哲学では前提が妥当である場合、その前提が真であると言います。最初の例では人間はいつか死ぬと山田さんは人間であるの両方の前提が真であります。そしてこれらの前提から山田さんはいつか死ぬという結論に至るのは合理的です。恋人の例では前提1、あなたは僕の誕生日を忘れたは真である一方で、前提に愛する人の誕生日は絶対忘れないは必ずしも真であるとは限りません。言い訳にはなりませんけど、ストレスが溜まってたり仕事で忙しかったり、たとえ相手のことを愛していても様々な理由で誕生日を忘れることがあります。さらにこの前提に基づくと、これは合理的な結論ではありません。もしその前提が真であった場合、僕のことを愛していないと結論できるかもしれませんが、僕のことをどうでもいいと思っているとは言えません。したがってこのような状況になったとしたら、恋人にあなたの議論の前提の一つが間違っているし、たとえそれが真であってもその結論は合理的ではないんだよねということができます。しかしここは素直にごめんなさいと謝った方がいいかもしれません。ではこの手段を使って最初に紹介した議論を評価してみましょう。このヴィーガニズムに対する反論は4つのカテゴリーに分けられます。1、動物を食べることは悪いわけないという議論。1番目のカテゴリーは〇〇であるから動物を食べることは悪いわけないという議論です。この議論の形式はこちらです。前提1、動物を食べることは〇〇である。前提2、
もし何かが〇〇であれば悪いわけない。結論。したがって動物を食べることは悪いわけない。例えば動物を食べることは違法ではないという主張を見てみましょう。実際この主張はこういうことを言っています。合法であるから動物を食べることは悪いわけない。で分析してみるとこうなります。前提1、動物を食べることは合法である。前提2、もし何かが合法であればそれは悪いわけない。結論。したがって動物を食べることは悪いわけない。ではそれぞれの前提が真であるかを確認してみましょう。前提1、動物を食べることは合法なの？これは多くの人が普段食べている動物に対しての主張なので真であります。前提2、何かが合法であればそれは必ずしも悪くないの？これは必ずしもそうではありません。実際法制度そのものもこれを認識しています。新しい法律を作るためのプロセスが存在しているという事実は現在合法であっても道徳的に悪いことがあり得るということです。例えば過去の例として奴隷制や児童労働、性差別はかつて合法であったがほとんどの人はそれは道徳的に悪いと信じています。そして今同性婚がまだ日本で違法であることも法律と道徳が必ずしも並行していないという一例です。したがって動物を食べることが合法であってもそれは悪いわけないという結論には至りません。また先祖も動物を食べていたという主張について考えてみましょう。この主張にはいろんな捉え方がありますが、一つの捉え方として先祖も動物を食べていたから動物を食べることは悪いわけないがあります。前提1、先祖も動物を食べていた。前提2、先祖がしていたことは悪いわけない。結論。したがって動物を食べることは悪いわけない。再び前提1は真であります。しかし前提2はどうでしょうか。私たちの先祖は今では広く悪いと認識されている戦争犯罪や不当な差別を行っていました。実際過去の行動を誤りと認識し、それに応じて変化するのは歴史上人類の特徴であると言えるのではないのでしょうか。したがって私たちの先祖が動物を食べていたということは本当ですが、それは今動物を食べることがいいか悪いかには関係ありません。このカテゴリーの議論のパターンが見えてきましたね。これらの議論を評価する鍵は、もし何かが〇〇ならそれは必ずしもいいのと問うことです。もし何かが合法ならそれは必ずしもいいの？いや、もし先祖が何かをしていたならそれは必ずしもいいの？というように。他にもこの形式に当てはまる議論があります。それはライオンも動物を食べる、弱肉強食である、私たちの伝統である、動物を食べるのは個人の自由である、そして動物を食べるとき感謝していただいているがあります。で、これらの主張を評価するために、もしライオンが何かをしていたらそれは必ずしもいいの？もし何かが私たちの伝統であればそれは必ずしもいいの？もし何かが個人の自由であればそれは必ずしもいいの？そしてもし感謝しながら何かをしたらそれは必ずしもいいの？と聞くことができます。簡単な考え方として私たちが悪いと考える他の行動と照らし合わし、その議論がその行動を正当化するかどうかを考えることができます。例えばもし山田さんが人を奴隷にし、でも私の先祖は奴隷を持っていたし実際何百年もの間それは伝統だったんだと言ってその行動を正当化しようとしたらどうでしょうか。あるいは山田さんが赤ちゃんを殺して食べて、でもライオンは子供を殺すし私の赤ちゃんだから食べるか食べないかは私の個人の自由、感謝しているしちゃんといただきますと言っているからと言ってその行動を正当化しようとしたらどうでしょうか。このような議論は動物を食べることの特徴、合法であること、ライオンもしていること、伝統であることなどを正しく指摘していますが、それによって動物を食べることが道徳的であると誤って結論つけてしまいます。2、ヴィーガニズムが悪いという主張。2番目のカテゴリーはヴィーガニズムの結果、〇〇が起きるからヴィーガニズムは悪いという議論です。このカテゴリーには動物を食べないと健康に生きていけない、もし全員がヴィーガンになったら動物の数が増えすぎる、そしてもし全員がヴィーガンになったら家畜動物が絶滅するがあります。つまりこれらの議論はヴィーガニズムの結果、不健康になる、動物が増えすぎる、あるいは動物が絶滅すると言っています。しかし本当にそうなるのでしょうか。ヴィーガニズムは不健康だという考えは科学的コンセンサスに基づいていません。世界最大の食と栄養の専門家組織である栄養学アカデミーは、しっかり計画された完全菜食ダイエットは妊娠、授乳期、乳児期、
小児期、思春期、高齢期、アスリートを含む全てのライフサイクルに適していると正式に発表しています。実際、ヴィーガンのトップアスリートやオリンピックに出ているアスリート、中には100歳まで生きる人もいます。もちろん、どの食生活でもしっかり計画しなかったら、例えば毎日ポテチしか食べなかったら不健康になります。しかし、だからといってヴィーガニズムが不健康であるとは一概には言えません。次、全員がヴィーガンになったら家畜と呼ばれる動物は本当に増えすぎるのでしょうか。この考えは私たちが普段食べている動物が野生に住んでいるライオンのように自ら自分の意思で交尾しているという考えに基づきますが、実際そうではありません。人間はこれらの動物の繁殖方法や生まれる数などを管理しています。もし全員がヴィーガンになれば家畜を繁殖させる必要がなくなるので、家畜と呼ばれる動物は増えません。では増えなければ絶滅するの？これも多分起こりません。この考えは、家畜と呼ばれる動物が存在し続ける唯一の手段は、私たちが彼らを飼育し食べ続けることだという前提に基づいています。しかし、農場がなくなった場合、サンクチュアリーで保護される動物もいるし、大量の土地が開放されることで野生で生きることも可能です。なので、これらの議論は合理的ではありません。さらに、このカテゴリーの中には、野菜の生産過程でも動物が殺されると、植物も生きている、痛みを感じるという主張があります。分析するとこうなります。前提1、ヴィーガニズムにより野菜の生産過程で動物が殺される。前提2、動物の死を引き起こすことは悪い。結論、したがってヴィーガニズムは悪い。と、前提1、植物も生きている、痛みを感じる。前提2、ヴィーガニズムにより植物が苦しみ殺される。前提3、痛みを感じる存在に死を引き起こしたり苦しめたりすることは悪い。結論、したがってヴィーガニズムは悪い。これらの議論は隠れている前提があります。それは、必要もなく苦しめたり殺したりすることは悪いと、ヴィーガンじゃない世界よりもヴィーガンの世界のためにより多くの植物を育てる必要があるです。実際、多くのヴィーガンはこの前提に賛成しています。しかし2番目のは正しくありません。左側には植物性のバーガーと右側には動物性のバーガーがあります。植物性のバーガーは 100% 植物で作られている一方で、動物性のバーガーは一部しか植物で作られていません。そのため、一見すると植物性バーガーによってより多くの植物を収穫する必要があるように見えるかもしれません。しかし少し考えてみましょう。このハンバーグは牛からできています。そして牛は光合成で成長するわけではありません。食べて成長します。そして何を食べるかというと、植物を食べています。そして牛のハンバーグを作るために必要な植物の量は、植物性のハンバーグを作るために必要な植物の量より多いです。例えば、この研究によると、動物性タンパク質 1kg を生産するために、家畜動物は約 6kg の植物性タンパク質を与えられています。したがって、もしこれらの議論が正しいとすれば、苦しみや死をできるだけ減らしたい場合、ヴィーガンであることは動物を食べることよりも好ましいということになります。そしてこの植物の議論には他にも問題があります。例えば、植物は確かに生きているとされてますが、痛みを感じることはありません。そしてヴィーガニズムが道徳的価値の基準にしているのは、生きているかではなく、意識があるかや痛みを感じる能力があるかです。これらの議論の面白いところは、前提が全て正しかったとしてもヴィーガニズムの反論にはならず、ヴィーガニズムを支持する議論になるということです。3. ヴィーガニズムは厳しすぎるという主張。3つ目のカテゴリーは、動物にしていることは悪いけどヴィーガニズムは厳しすぎると示唆する議論です。例えば、ヴィーガンじゃなくてベジタリアンでいいと、動物をもっと優しく扱えばいいという主張があります。これらの議論を分析するとこうなります。前提1、動物を食用に利用することは動物への苦しみや搾取を引き起こす。前提2、動物への苦しみや搾取を減らすことはいいことである。前提3、ベジタリアンであることや動物をもっと優しく扱うことは動物の苦しみと搾取を減らす。結論、したがってベジタリアンであることや動物をもっと優しく扱うことはいいことである。この場合、1から3の前提は全て真であります。そしてこれらの前提に基づいて、これは合理的な結論です。しかし2つ目の前提をより慎重に検討する必要があります。それはなぜかというと、ベジタリアニズムや動物をもっと優しく扱うことを支持する議論とヴィーガニズムを支持する議論はここで分かれるからです。
これらの議論は動物への搾取をある程度減らすだけでいいという考え方に基づきますが、ヴィーガニズムは動物への搾取を完全になくすべきだという考え方に基づきます。ベジタリアニズムを支持する主張は、肉のために動物を搾取するのは悪いけど、卵や乳製品のためにそうするのはいいんじゃない？卵や乳製品のために搾取される動物は肉のために搾取される動物に比べてそんなに苦しまないんじゃない？もしくは卵や乳製品のために動物は殺されないんじゃない？という疑問を示唆します。さらにベジタリアニズムを支持する主張には、肉のために動物を搾取したり殺したりするのは良くないけど、卵や乳製品のために動物を搾取するのは問題ないという考えが含まれます。対照的にヴィーガニズムを支持する主張は、肉、乳製品、卵やあらゆる目的のために搾取される動物たちに平等な道徳的配慮を与えるべきだという考えに基づいています。卵や乳製品のために搾取される動物たちは、肉のために搾取される動物たちに比べて感情や痛みを感じる能力が少ないわけではありません。そして卵や乳製品のために搾取されている動物たちにしていることを犬や猫にすれば、それは違法であるだけでなく、肉のために搾取される動物たちと同じように殺されます。さらに動物をもっと優しく扱おうという主張によると、根本的な問題は動物搾取ではなく、動物たちをどう扱うかです。対照的にヴィーガニズムによると、根本的な問題は動物たちをどう扱うかではなく、動物搾取そのものです。つまりベジタリアニズムや動物をもっと優しく扱うことを支持する議論は、ある程度の動物搾取や苦しみを減らせばいいという考え方に基づきますが、ヴィーガニズムを支持する議論は動物の搾取を完全にやめるべきだと考えます。4. ヴィーガニズムの批判にならない議論。最後のカテゴリーはヴィーガニズムの批判にならない議論です。例えば動物は美味しいという意見があります。肉は美味しいから食べる、それだけのことだという考え方のことです。実際この主張は1番目のカテゴリーの議論のように分析することができます。前提1、動物は美味しい。前提2、もし何かが美味しければ、もしくは何かから感覚的な喜びを得られるなら、それは悪いわけない。結論、したがって動物を食べることは悪いわけない。そして何かが美味しければ、または何かから感覚的な喜びを得られるのであれば、それは必ずしもいいの？と聞くことができます。しかし実際この主張は、動物を食べることを道徳的に正当化しようとするものではなく、単なる説明として言われることが多いです。黒い服が好きだから黒い服を着る、いやアニメが好きだからアニメを見ると同じように。もう一つの例は、ヴィーガニズムを押し付けるのは良くないという主張です。前提1、ヴィーガンは自分の信念を押し付ける。前提2、信念を押し付けるのは悪いことだ。結論、したがってヴィーガンは信念を押し付けるべきではない。前提1、ヴィーガン全員が押し付けているわけではないし、なんでヴィーガンなのと聞かれ、ヴィーガンである理由を説明しただけで、押し付けるなと個人的に言われたことがあります。しかし議論のために、とりあえずこの前提が真であるとしましょう。前提に、これは必ずしもそうなのでしょうか。例えば山田さんが毎日犬を蹴っていて、それを止めようとしたら、それは自分の犬を蹴っちゃいけないという信念を押し付けていると言えるかもしれません。しかしそうであっても、多くの人はそれを悪いことだと思いません。結論、したがってヴィーガン全員が信念を押し付けていたとしても、それは必ずしも悪いことであるとは限りません。これらの議論が合理的ではないからといって必ずしもヴィーガニズムを支持することにはなりません。ただそれらの議論がヴィーガニズムを否定するものではないということです。重要なのは、ある主張に説得力があっても必ずしも合理的ではないということです。だからこそ話を慎重に聞き、議論を合理的に分析することが大事です。実際この動画でも合理的ではない主張をこっそりと挟みました。気づいた方もいるかもしれませんが、この主張のことです。卵や乳製品のために搾取されている動物たちにしていることを犬や猫にすれば、それは違法であるだけでなく、これはある行為が犬や猫に対して違法であれば道徳的に悪いを前提にしている主張ですが、先ほど言ったように道徳と法律は必ずしも並行していないので、この前提は正しくありません。先ほどほとんどの場合、どんな議論も前提と結論に分析し、それによって議論を評価することができると話しました。なので最後にヴィーガニズムを支持する一般的な議論をどのように分解できるかを紹介します。まず動物の飼育が本質的に搾取であるという議論です。前提1、同意なしに自分の利益のために相手を利用することは搾取である。前提2、動物の飼育は人間の利益のために動物を利用することである。前提3、家畜動物は飼育されることに同意していないし、逃げる自由もない。結論、したがって
動物の飼育は搾取である。次に、なぜそれが悪いとされるべきなのかについての議論です。前提1、搾取は本質的に道徳的に悪い。前提2、動物を飼育することは搾取である。したがって動物の飼育は本質的に悪い。最後に、ヴィーガニズムは不要な苦しみを引き起こすことを避けるべきだという考えに基づく議論です。前提1、もし不要な苦しみや死を引き起こすのを避けられるならそれを避けるべきである。前提2、動物を飼育して消費することは不要な苦しみと死を引き起こす。前提3、動物製品を消費しなくても生きていける。結論、したがって動物を飼育し消費するべきではない。ぜひ今回の動画で説明した議論の合理性を評価する手段を使って今紹介した議論が合理的であるかを判断してみてください。この動画がヴィーガニズムに対する最も一般的な反論をより明確に理解する手助けとなり、あらゆる議論を合理的に評価するための役立つ方法を提供できたことを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。